こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。今回は前回の続き、DC ルート75話のパート3です。こちらの動画の続きになるので、見てない方は先にご覧ください。それでは、早速続きをやっていきます。ということでシナリオスタートです。ルナ2内部の戦闘が終了したら、外には王子がいましたとさ。敵はアマンダラの王子にアシュラテンプル、そしてどこから来たのかゲイオスグルード。緑霊さんはすでに死亡しているので、今回はいません。そしてこちらは相変わらずガトーとコウさんのみ、レディの部隊が果敢にも突撃していきます。ティターンズのガブスレイ1機に勝てなかったんだからやめとけって。そしてシュートサフィーネが登場。個人的にダークプリズンはめっちゃ好きな曲です。特に曲の入りの部分。しかしだな。出てくるのもう少し遅くしてくれないかな。このタイミングで出てくると、アシュラテンプルが週に蹴散らされる未来が見えます。もらったな。トーラスが弱すぎてさすがに草。ランサーのダメージじゃないよこれ。そして早速1体やられました。邪魔なんだよ。もっとあなたを天国に連れて行ってあげるわ。まだまだ。サフィーネさんは普通にアシュラテンプルにやられそうです。敵の命中率は高くないので、なんだかんだ避けていってそうな気もする。ちなみにシュートサフィーネは黄色軍なので、攻撃した側の BGM が流れます。ポセイダル親衛隊兵は普通にエルガイムの曲ですね。DC 兵士とかゲスト突撃兵とかだと、クリスとかと同じく颯爽たるシャアが流れます。来た。そこか。これでどうだ。なめるな。そしてアシュラテンプルになすすべないレディー。というか DC ルートって、ヒーローよりもジュオよりも、ゼクスよりもトレイズよりもレディーの出番が多い気がしてならない。その辺が出てくるステージには大体レディーもいるし、今回みたいにその辺は出てないステージにもレディーはいるし、マジで一番出番多い気がしますね。メガネ外した時はほとんど出てこないんですけどね。ということでガトーさんも前に出てきましたが、前無双してたのはあくまでもティターンズが弱かったからで、アシュラテンプル相手にそんなことができるわけもなく、シュウが削った敵を倒すためだけに来ました。黄色軍なので、シュウが倒すとこっちに気力が入らないんじゃ。アームスマッシャー。やる。さすがは。そこだ。どこを狙ってるんです？私はここですよ。シュウが強すぎて、アシュラテンプルが蹴散らされます。これは横からいただくこともできなさそう。あなたを天国に連れて行ってあげるわ。やるな。もらったな。
惜しかったわね。サフィーネさんは相変わらず専用 BGM がないので、熱風疾風サイバスターが流れる悲しさ。まあそう F でも専用 BGM ないからな。なんでつかなかったんですかねこの人。さあまたもや微妙な HP のアシュラテンプルが残りました。というかシューとサフィーネが邪魔で仕方ないので、さっさとアマンダラに突撃してやられてきてくれないかな。せめてゲイオスグルードを削るとか、役に立つことしてくれボランティア。アシュラテンプル削るぐらいならノイエジールでやっとくから。そして減ったアシュラテンプルは落とされる。まさに最悪の展開。そしてルナ2内部の部隊が到着です。出撃機体数が少ないので、誰を出すかが悩みどころ。戦力になるダバ、レッシー、エマさんとスレッガーさん、そして脱力のためのアスピー。あとはメタスに乗ってるケイラと激励要員のアムで、さりげなくエルガイム勢が全員出撃しているという。ということで増援が出てきたのでようやくここからがシナリオの本番。しかし、遠いんじゃ。もう少し近くに出てきてはくれませんかアマンダラさん。まあ幸い戦闘要員はみんな2回行動ができるので、移動にそこまでの苦労はしなさそうです。草場の陰で降参が泣いている。ちなみに降参の2回行動可能レベルは62です。ヒーロが61なので、それよりも1遅いですね。このゲームはレベル60からレベルアップに必要な経験値が倍になるので、レベル60以下とそれ以上の差は想像以上に大きいです。しかもレベル60以上の敵は出てこないという。アシュラテンプルが州に蹂躙されていく未来が見える。絶妙に州が王子の射程外にいるのなんなんですか。やるせるげ。エレメンタルフュージョン受けてごらん。しまった直撃だ。相変わらずよくわからない技だ。魔装 F では、4属性のよくわからないものを打ち出してよくわからないまま融合してましたね。つまりよくわからない。さらっとバスランに発撃されましたが、誰も当たらない。そしてサフィーネよく耐える。また中途半端に減らして週にいいとこ持ってかれるだけなので、さっさと落ちてほしい。サフィーネがようやく落ちました。だいぶ荒らしましたね。真のポセイダルの力、思い知るがいい。しまった。やばすぎるものを見た気がします。さすがはこのゲーム最高レベルの攻撃力。バランシュナイルのギガドライバーキャノンは5700なので、少し向こうの方が攻撃力が高いです。
ちなみにコンバトラー V の超電磁スピンが10段階改造で攻撃力5600なので、だいたいそんな感じです。スーパー系の中でも攻撃力高い方の必殺技を10段階改造した波の攻撃力を持つパワーランチャー。ちょっともう意味がわかりませんね。ペンタゴナの技術はやばかった。さあなんとかダバたちが合流しつつあります。アシュラテンプルをバンバンシュートサフィーネに落とされているので、気力が全然上がってない。むしろ落とされたアシュラテンプル分、アマンダラの気力が上がっているので不利でしかない。ポセイダルルートのメキボスもそうだけど、強すぎる NPC は正直邪魔にしかならないんですよね。特にこういう敵が少ないステージでやられると死活問題。とりあえずこのアシュラテンプルが週に倒されるのは確定なので、せめて削って一発で落としてもらって、奥に移動してもらおう。週に落とさせるための削りという。ちょっと生きてるんですけど、まさかのパターン。結果アシュラテンプルは落とされ、シュウは王子の射程内には行かず、なんかゲイオスグルードが移動してくる始末。完全に困りました。とりあえず反撃食らっても大丈夫そうなノイエジールで攻撃。当ててみせる。なんのまだまだ死ね。少しはやるようだな。本当にゲイオスグルードは硬い。走行自体はそこまででもないんだけど、単純に HP が多すぎる。9000はこの量でてくる量産機の HP じゃないね。救いとしては、攻撃性能はドライバーキャノンの4発がなくなれば平凡ってことと、乗ってるパイロットが絶対にゲスト突撃兵だってこと。ゲスト突撃兵はいわゆるエリート兵ぐらいの性能。2回行動レベルが65と非常に遅く、親衛隊兵とは比べるべくもないほどに弱いです。しかしなぜか命中の数値は初期値145あり、親衛隊兵と同数値、エリート兵よりも10ほど高いので、攻撃の命中率が無駄にある。ちなみにエマさんの命中の初期値は141。つまりそういうことです。まさに触れてはいけない事実。ということでなんとかゲイオスグルードを一致撃墜。この調子で倒せるならいいけど、あいつら動いてくるんだろうか。王子の射程が9もあるので、ゲイオスグルードの射程内にうまいこと入るってことがやりにくいんですよね。だからシュー突撃して戦闘してきてくれないかな。グランドの力、身をもって知りなさい。強い。くぬ当たりませんよ。クリティカルもしてないのにこの攻撃力。これだから頭がおかしい。まあしかし、なんとか王子の射程内に入ってくれたので、シュウはここまででしょう。味方 NPC が落ちるのを望むのは多分最初で最後です。大体はほっといても勝手に落ちるからな。ウーフェイとか。
また衆の手によってアシュラテンプルが消えていく。結局倒せたアシュラテンプルって2機だけ。気力が。このアシュラテンプル2回行動でダバ攻撃してきてくれると思ったのに。ここぞという時にクリティカル出しますねこの人。そろそろ型をつけさせてもらうぞ。バカな。そして暴れに暴れたシュウさんはアマンダラの攻撃で一撃で落ちる。まあポセイダルルートのいきなりセティに攻撃仕掛けて落とされるよりよっぽど良かったんじゃないですか。ということで残りの敵は王子とゲイオスグルード3機。いつもなら挑発でゲイオスグルードをおびき出すところですが、今回は出撃数の関係でビルギットが出撃できてない。挑発を使えるのはアスピーとガトーの2人だけ。この2人に挑発に使える精神ポイントはないだろうな。ギリギリガトーが使えるかどうかってところでしょうか。ゲイオスグルードは最大射程7、王子が9なので、王子に攻撃されないようにゲイオスグルードの射程内に行くことはできませんね。とりあえずみんな射程ギリギリのところで待機してはいるけども、ちょっとターン回して動いてくるか見てみましょうか。とか言ってたらゲイオスグルードが動いてきてくれました。助かった。これならなんとかゲイオスグルードから落としにかかれますね。しかもなんか知らないけどダバのいるところで一直線に並んでいる。これはさすがに撃てと言っている。やってみる。精神コマンド使えば減らすのは楽になるだろうけど、王子のことを考えるとここでダバは消耗させるべきじゃないな。激励で気力を上げて少しでもダメージを増やしはしたけどもね。被弾機にせず攻撃できるノイエジール本当に頼りになる。F 開始時点から敵の攻撃は被弾するものとしてプレイしてきたから、ある意味この縛りプレイのスタイルを象徴する機体なのかもしれない。もしかして GP03 も10段階改造で資金きちんと投入したら、ここまでとは言わないけどやれてたのかな。ちょっとやってみたかった感はある。でもそれをやるっていうことは、1万ダメージ与えられる爆弾を捨てるってことでもあるからな。GP03 はノイエジールの代わりになれる可能性はあるが、ノイエジールは GP03 の代わりにはなれない。だって、脱出しないから。1万ダメージ与える代わりに毎回修理費2万4000発生してたらバカらしいわ。2連爆破含めて、GP03 とリガズイにのみ与えられた固定です。2連爆破しても修理費払うのはステーメンの分だけっていうのが素晴らしい。デンドロビウム自体は修理費2万4000なんだけど、落ちた時がステーメンだから、ステーメンの分の5000だけでいいという。オーキスの修理費は誰が出してるんでしょうね。ブライトさんあたりがポケットマネーで頑張ってるさ。ということで3機目のゲイオスグルードを落とせそう。HP が多いのは厄介ですが、それ以外がそこまででもないので、あんまり苦労はしませんね。ゲイオスグルードをマジで強いと思ったのは、ポセイダルルート最終ステージの前半部分だけかな。シャピロがたくさんいるところ。あのステージのゲイオスグルード、なぜか HP と走行フル改造で、武器も7段階改造されてるから、やたらと硬いしやたらと攻撃が痛かった。しかも数がめっちゃいるという。さて、残り1機のゲイオスグルードですが、ちょっと奥にいてここからだと攻撃が届かないので、もう少しおびき出しましょう。王子の射程内に入らずに戦うのめんどくさい。レストレールについているビームじゃないダブルキャノン。実はこいつも持っている。テストの兵器としては意外と標準的な武装なんだろうか。さあゲイオスグルードを落としたので、残りはアマンダラのみ。アマンダラは動いてこないので、
懐に飛び込んで1ターン攻撃をしのぐ必要があります。もしくは2回行動を利用して、全員が1回ずつの攻撃をして倒すか。正直さっきのグランゾンとトーラスが受けてたダメージを考えると耐えられる気がしない。この中だと F91 が狙われることになるでしょうが、何より気力が上がってないので1発すら耐えられる気がしない。ということでここは攻撃を仕掛けに行こうと思います。邪魔だ。許さんぞ小僧。愚か者め。甘いな。ちなみにガトーさんは25歳です。アマンダラからしたら誰だって小僧です。この一撃で決める。恐れを知らぬ若者が、だが容赦はせん。貴様など私の敵ではない。避けてみせる。ポセイダルの時も言ったけど、ヌーベルディザードでアマンダラと相対することになると思わなかった。このステージ出撃数少ないしね。やらせない。おとなしく降伏しておれば見逃してやったものを。愚か者め。このくらい避けてみせる。やっぱり、アマンダラ硬い。あとスレッガー注意とダバしか残ってないけど、まだ半分いってないんですが、気力上がってないのが響きすぎ。もらった。おとなしく降伏しておれば見逃してやったものを。真のポセイダルの力、思い知るがいい。危ない危ない。なんとか半分にはなりました。これはダバになんとかしてもらうしかないわけですが、エレ様が出撃できないので、サイドを使えるのはリリスだけ。さすがに一発じゃ無理だと思うので、ここは覚醒をしよう。そろそろ型をつけさせてもらうぞ、カモンマイロード。ポセイダルに逆らう者には死を。遅い。どういうことだ。貴様など私の敵ではない。当たるものか。なんとか見えました。さすがに気力が上がってるだけあって、ダバの攻撃力が高い。最後にもう一発、魂幸運のパワーランチャーだ。やらせはしない。バカだ。この私が。全く信用してもらえないシュー。まあ仕方ないとは言えるけども。
ここでイデオンを連れて行くか残していくかを選びますが、どうせ出れないので地球に置いていきましょう。ぶっちゃけどっちを選んでも最後に出てくるので、何のフラグにもなりません。新エヴァではどうなるんでしょうね。まず新エヴァちゃんと公開されるんですかね。情勢的に。見に行けるかが不安です。そして今日も肉体派カミーユは元気です。ということで、クリアです。そうターン数がそろそろ1000になりそう。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。